皆さんこんにちは、ガジログです。今回は Amazfit GTR4 のスペック解説を行ってみたいと思います。めちゃめちゃかっこいいですよね。いろんなレビュー動画見ていましたら、これどんなスペックなのかなと思いまして、改めてこの Amazfit 公式サイトの情報をもとにスペックの方を確認しています。先日は Apple Watch Ultra、そしてつい最近では Pixel Watch の方も発売されましたけども、その価格帯よりも安くて、そして見た目もこの丸型ということで結構好みの方もいらっしゃるんじゃないかなと思われます。一体どんなスペックなのかご一緒に見ていきたいと思います。それでは早速本日も行ってみましょう。というわけで Amazfit 公式サイトの情報をもとにお届けしたいと思います。フィットネスをスマートに簡単にということで、クラシックなフィットネススマートウォッチという風になっています。では主な特徴を一つ一つ見ていきたいと思います。150種類以上のスポーツモードが搭載されてますよと出ています。筋肉トレーニングやゴルフスイング、150を超える様々なスポーツモードに対応していて、GoATM の防水性能を備え、プールやビーチでの水泳データも追跡できますよと出ています。そして GoATM になりますので、50メートル防水にも対応しています。ちなみに注意事項としては、温水シャワーを浴びる際やサウナに行くときはウォッチを取り外してくださいとあります。蒸気が多すぎることによりシール部分の密閉性に影響し、将来的に防水性が低下する可能性がありますよと出ています。これはやっぱり当然ながらこういうスマートウォッチ系は対応していませんので注意していきたいと思います。そして運動中もデータを見たいとありますね。リアルタイムに音声で受け取るとあります。ウォッチのスピーカーまたは Bluetooth 接続のイヤホンを通じて心拍数や水分補給のリマインダー、走行距離などの通知をリアルタイムの音声で受け取れますよと出ています。ただ残念ながら言語に関しましては英語と中国のみ対応ということで、これはちょっと仕方ないなと思うんですが、やっぱり日本でも発売されているということで、できればそういった日本語にも対応してくれると嬉しいですね。そして次ですけども、音楽保存と再生に対応しています。ワークアウト中のモチベーションを高めるためにお気に入りの音楽をウォッチに保存しましょうと、ワークアウト中に音楽を再生できますよと出ています。その内容なんですが、時計から直接再生したり Bluetooth 経由でスマートフォンの音楽を簡単にコントロールできますよということの2通りできるようになっていますね。ウォッチ本体に保存している音楽をイヤホンもしくはここについているスピーカーで聞くこともできますし、またはスマホの入っている音楽をここでコントロールして再生するということもできるようです。これはやっぱり音楽保存されていれば単独で使うことができますので、このあたりはApple Watch とかと似ていますけども、これは嬉しいですよね。今すぐ飛び込もう、スポーツモードの開始はウォッチにお任せとあります。8つのスポーツは自動認識しますよと出ていますね。ここに出ている8つになりますけども、トレッドミル、屋外ランニング、エリプティカルマシン、そして屋外サイクリング、屋内ウォーキング、ローイングマシン、水泳、プールですね。そして屋外ウォーキング。この8つは自動的に認識してスタートしてくれるということになると思います。そして筋トレを可視化ということで、より効率的なトレーニングへと出ています。筋力トレーニングですね。Amazfit GTR4 は筋力トレーニングを自動的に認識し、その回数を数えることができますよとありますね。そして ZEP アプリからもトレーニングのバリエーションを調整可能で、セット間の休憩もトラッキングしますと。ワークアウト後はトレーニング効率を可視化できるように、運動した筋肉群と運動時間を表示しますとあります。このように今アプリの内容出ていますけども、どこがトレーニング効率が良かったのかとそういった表示ができるようです。これもすごいですね。そしてシリーズ最高の安定性&正確性 GPS トラッキングとあります。業界初のデュアルバンド遠変波 GPS アンテナ搭載ということです。なんとですね、6つの衛星測位システムに対応しているということで、ここにも対応してきたっていうのはすごいですね。その GPS のアンテナになりますが、デュアルバンドの遠変波 GPS アンテナと出ています。この遠変波っていうのは、ここに出ていますけども、航空機や自動車分野で使用されているものと同様というふうに出ています。衛星放送BS とかご覧になっている方いらっしゃると思いますが、大きな円盤のアンテナがありますけども、あれに向かって衛星から電波がこういうふうに遠変波で信号が送られてきています。 CS 放送も逆みたいな感じで回転しながら信号が送られてくるってことになりますが、その遠変波にこの GTR4 は対応しているってことになりますので、いろんな信号と干渉しにくくなっているってことになっていますが、このあたりもすごいですね。どんどん新しい技術が搭載されて、しかもこんな小さなデバイスにそれが搭載されているっていうのは技術の進歩を感じます。
それゆえにビルが立ち並ぶ都市部のサイクリングなどでも環境やマルチパスの干渉を受けにくい救いをお楽しみくださいというふうにね出ています。そして GPS の動きをリアルタイムで追跡とありますが、ルートファイルのインポート、あなただけの道をたどるとあります。これも OTA アップデートということで後日対応するということになります。 ZEP アプリからルートファイルをインポートしリアルタイムでナビゲートできますよと出ていますし、また独自のルートを行くときにたどってきた道をウォッチ上にリアルタイム表示しますよとも出ています。さらには現在地からスタート地点までをつなぐ最短距離をウォッチ上に表示しますと出ていますので、この辺りね使うっていうのはウォーキングとかランニングではなく、もしかしたら登山とかトレッキング等でかなり便利に使えるのかなという気はします。そしておなじみの機能になりますが、ピークビーツでパフォーマンスを確認することができますよと出ていますね。ワークアウトが完了するとピークビーツワークアウトステータスアルゴリズムが最大酸素摂取量 VO2max ですね、完全な回復時間、トレーニングの負荷、効果などのデータを表示しますと、回復、進捗、運動能力に影響を与えるパフォーマンス面の把握に役立ちますよと出ています。なかなかねちょっと個人的にはこの機能を使うことがないんですけども、やっぱり高負荷のトレーニングされる方にとってはこの情報っていうのは結構重要になってるんじゃないかなと思われます。そしてワークアウトのデータをストラバとアディタスランニングに同期しますと出ています。これはストラバっていうねワークアウトアプリがありまして、いろんなデータをこちらにね集約することができるんですが、それに加えて新たにパートナーシップを結んだアディタスのランタスティック、アディタスランニングアプリにランニングとサイクリングのワークアウトデータを同期することができましたよと出ています。やっぱり後日 OTA アップデートで利用可能になりますよと出ています。次はデザインになります。クラシック&フィットネスとあります。デザインはラグジュアリーデザインですよと、先進的なヴィンテージスタイルを踏襲しています。アマズフィット GTR4 は現代スポーツカーの流線形スタイルと精度にインスピレーションを受けています。バックミラーにも注目し、ヴィンテージの丸い時計本体でクラシックを叩いていますとあります。やっぱりこの丸型のデザインっていうのはこれまでの時計のデザインを踏襲していますので、本当に違和感ない感じがします。一見見ると普通の時計のように見えますけども、中身はかなり高性能なスマートウォッチということで、この辺りは多くの方に好まれるデザインじゃないかなと思われます。個人的にはですね、この真ん中のスーパースピードブラックっていうね、このフッ素ゴムバンドですね、このタイプかっこいいなと思いますね。バンドの方もねクイックリリースタイプになっているようですので、簡単に取り外しができますので、こういったねバンド取り替えができるっていうのもいいんじゃないかなと思われます。でカラーリングなんですが、このレーストラックグレーというタイプですね。このボディ自体がブラックになっているもの、そしてシルバーのメタル調、さらには同じメタル調のものに対してヴィンテージブラウンレザーとありますが、レザーバンドがついているものも販売されるようです。そしてねデジタルクラウンの部分になりますが、洗練されたクラシックボディとナビゲーションクラウンとあります。一体型のアルミ合金ミドルフレーム、そして高級スポーツカーを彷彿とするレッド、ここの部分ですね。そしてグリップとコントロールのための溝加工とありますが、結構大きめのねこのクラウンになっていますのでつまみやすくなっていると。そしてこの溝が掘られていますので滑りにくく回しやすいっていうことがね謳われています。加えてこのカバーガラスに関する情報になりますね。反射防止ガラスが採用されてますよと出ています。そしてサイズが大型の 1.43 インチになっていて HD アモレットディスプレイですよと出ています。この画面のね解像度になりますが 326ppi という風にかなり高精細なディスプレイになっています。このガラスカバーにアンチグレアテクノロジーを採用した業界初のスマートウォッチですと。アモレットディスプレイには反指紋コーティングを施し、ウォッチを新品同様に保ちます。HD の明瞭さで健康とフィットネスの重要なデータを確認してくださいというふうに出ています。もう粗さなんかはね全く目立たないディスプレイじゃないかなという感じなんですが、アモレットですのでねかなり発色のいいディスプレイとともに、そして反指紋コーティングになりますので、このディスプレイやっぱり触りますのでなかなか指紋がつきにくいっていうのはいいのかなと思います。またゲームの気分であなただけの無限スタイルとありますね。常時表示に対応する200以上のウォッチフェイスとあります。200種類以上あるっていうことですね。これはすごいですね。気合入ってると思います。しかも30種類のアニメーションウォッチフェイス、そして4つのインタラクティブなウォッチフェイス、また自分の写真をウォッチフェイスにアップロードということでね、自分の写真をこのウォッチフェイス上に設定することも可能になっています。
このあたりかなり派手なね、ウォッチフェイスだなという感じがしますね。次にバッテリーに関する情報になります。どこまでも続くパワーとあります。大容量のバッテリー容量ですけども、475mAh のバッテリーを搭載した Amazfit GTR4 なら最大2週間の間、ビジネスとワークアウトの目標に集中できますよとあります。さらに新しい省電力モードも追加され、消費電力を抑えながらスポーツモード、健康データの測定機能を使用できるようになりましたとあります。すごいですね。475mAh のバッテリーということで、かなりビッグサイズになっています。しかも最大14日間ということで、2週間の使用に耐えうるということになっています。このあたり最近出ました Galaxy Watch 5になりますが、バッテリー容量に関してはあちらはね、500mAh オーバーになっていましたので、それよりもやや少なめとはいえ結構大きめのバッテリー容量になっています。そしてその使用に関する詳細情報ですが、ハードな使用であればだいたい1週間ぐらいですよと出ています。また省電力モードであれば24日間、そして時計モード50日間ということで、これはね本当に結構極限の状態だと思いますけども、だいたいそうですね、こういうふうに14日間と出ている時には検証してみないと分かりませんけど、だいたい10日間ぐらいがいいところかなという気はしますが、実際10日持てばね十分だと思います。次になりますが、健康的な姿勢、ポールポジションを取るとあります。このバックパネルのところにセンサーが搭載されています。このセンサーになりますが、バイオトラッカー 4.0 が搭載されているということになりますね。そして全世代よりも 33% も多くのデータを収集し、より正確な結果を得られるようになったというふうになっています。そして腕の揺れによる信号干渉も低減され、測定精度はほぼ心拍ベルトの水準に達していますということです。すごいですね。心拍ベルトっていうのは胸にね巻きつけるような形になっている、そういったものにね匹敵する水準ということで、これもすごいですね。加えてヘルスケア関連の情報になりますが、24時間365日の健康管理とあります。高精度な24時間モニタリングをお楽しみください。心拍数、血中酸素レベル、ストレスレベル、さらに呼吸数も加えた4つの健康データはワンタップで同時に測定できますとあります。いやーすごいですね。レベルアップしてきています。 Amazfit Band 7はこの3つの測定をワンタップでできますよという機能がついていたんですが、このモデルに関しましてはさらにもう一つ、この呼吸数も加えた4つのデータをワンタップでできるよという出ています。このあたりもねやっぱり進化を感じますね。しかも24時間モニタリング対応になっていますので、心拍も血中酸素もストレスレベルも測定できますのでね、この辺はもう申し分ありませんね。そして睡眠の質、クオリティを維持するとあります。新しいスリープモードでディスプレイの輝度を下げて通知を無効にしたら静かな夜を楽しみましょう。睡眠状態または睡眠スケジュールに基づき自動でオンになるように設定することも可能ですと出ています。これはね嬉しいですよね。なかなかねついているようでついてないウォッチもあったりして、これは当然つけておいてほしいなという感じはしてます。これはねスリープモードになりましたら、この画面の明るさを下げてくれるっていうのは本当にいいと思います。夜目覚めてしまってこの画面が明るいと本当に眩しいですので、こういった機能は当然つけておいてほしいなと思います。そしてさらにヘルスケア系としては PAI ですね。この機能はもう昔からねついている機能になりますね。運動頑張ってやりましょうと。そして女性の健康トラッキングも対応しています。加えてこの ZEPOS に関しましてはミニアプリという感じなんですけども、いろんな他社が作っているアプリもインストールすることができるようになっています。新たにね GoPro のアプリも対応しているということになりますね。そしてお財布の中もスマートにストアカード機能とありますね。残念ながら Suica とかねお財布携帯みたいなそういった決済機能には対応していないんですけども、いろんな例えば財布の中に会員カードですね、バーコード付きのものがあったりしますけど、そういったものをここにね表示する機能になっています。全部のね全てのカードが対応しているかどうか分かりませんけど、ここにねスターバックス、ケンタッキーフライドチキン、こういったバーコード付きのものがもしあればねここに表示することが可能ですよというふうにあります。そしてこれはやっぱりついているとありがたいんですが、 Alexa 対応ということになっています。 Alexa で簡単にアラームを設定したり質問したり翻訳できますよと。 Alexa Watch Face を ZEP アプリからダウンロードして便利なクイックスタート Alexa アイコンを入手してくださいとあります。ここに出ていますね。これワンタップすればすぐに呼び出しができるということで使い勝手が良さそうですね。そして高機能スマートウォッチにはついている機能として Bluetooth 通話に応答するとありますが、電話が着信があれば腕でね通話ができますよというふうに出ています。これはついていると便利ですね。そして他のね便利機能も出ています。ついていてやっぱりね助かるなっていうのはこの音楽再生コントロールもそうですし、そして To Do リストとかですね、
また DND、このあたりもね、やっぱり邪魔しないでくださいっていうモードもありがたいなと思います。ではまだ触れていなかった詳細情報について見ていきたいと思います。まず重さの部分になりますが、本体ストラップ込みで 60g とあります。このあたりは最近のデータからすると Pixel Watch がストラップ付きで 60g でしたので、ほぼ同等になりますね。結構な重量が腕にくると思います。ずっしりとした感じですね。そしてここ結構重要な情報になりますが、バンド幅が 22mm になっています。市販のね、クイックリリースができるバンドであれば取り付けができると思われますので、この情報は結構重要になってきます。替えバンドを買う場合はこの 22mm 幅のものを購入ということになると思います。そして充電方式はマグネット式充電なので、専用のケーブルがついていますので、それで充電するということになります。また充電時間は約2時間ということで、結構ね 475mAh という風に大きなバッテリーになりますので、それなりの時間がかかるということになります。そして個人的に結構嬉しいんですが、センサーの中でこの気圧センサーがついているというのは嬉しいんですよね。文字盤の中に表示できるかどうかちょっと分かりませんけども、何ミリヘクトパスカルとかね、台風が近づいたり低気圧が近づいたりすると頭痛持ちですので頭が痛くなったりするんですが、この数値がこの文字盤の方に表示できる機能があれば嬉しいなと思います。そしてね、Bluetooth は 5.0 というふうに規格上出ていますが、これはねちょっと古い規格になりますが、5.0 に対応していれば十分だと思います。そしてモーターに関してですが、リニアモーターとありますので、コツコツとしたようなね感触のハプティック系なのかなという感じがします。 Amazfit 公式サイトの情報からするとお値段なんですが 31,900 円というふうになっています。これはね正直日本向けの価格として安く出してきてくれたなという感じがします。しかも10月31日までであればこのクーポンが発行されていて、クーポンコードですね、カートの入れた後にこれを入力しますとさらにね2000円引きになりますので 29,900 円ということになります。これは結構安いんじゃないかなという気はしますね。いや正直言ってこの価格はこのスペックであれば妥当だと思いますし、しかも日本価格ここ最近の円安のことを考えると本当に安いなという感じがします。デザインもすごくいいですし高性能ですし、結構使ってみたいなという感じがしますね。ちなみにですけど Amazon のサイトで見てみますと、特にクーポンコードが適用するようなものが出ていませんので、 Amazon で買えば 31,900 円ということになります。というわけで Amazfit GTR4 のスペック解説を行いました。めちゃめちゃかっこいいねスマートウォッチになっていますが、欲しくなってしまいました。皆さんの参考になれば幸いです。では本日は以上となります。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。